我らが葬儀の都カリン様のお膝元で一体何をしているか。一体わらわたちが何をしたというのじゃ。お嬢様が無茶するからですよ。無茶などした覚えはないというにさっぱりわからんのじゃ。お嬢様、こっちです。待てー。やれやれ、言ったか。イノシシさんは扱いが楽でいいですね。あー、見つけた。そんなはしたない言い方しちゃダメですよ、お嬢様。いや、今はそういうことを言うておる場合ではなかろう。そうですね。じゃあ逃げますよ、お嬢様。逃がすもんか。待てと言われて、はいそうですかというほどわらわは物分かりはよくないぞ、ちびっこ。ちびって言うな。お前だってちびっこのくせに。わらわよりもちびにちびと言われたって悔しくなんかないのじゃ。なんだってならば背の高さを比べてみるか。いいよ、やったろうじゃんか。はいはい、そこまでそこまで。バカなことやってないで逃げますよ、お嬢様。イエーイ、本当は僕の方が背が高いってバレるのが怖いんだろう。チービチービ。なんたる屈辱。貴様、そのねじねじの頭忘れんのじゃ。そんなこと言われても悔しくないんだからな、チビー。覚えておれ。ふん、勝利。ちょっとキー。ルル、勝ったよ。何に？あいつにチビって言ってやった。いや、そうじゃなくて。キー、カリン様の偽物は捕まえたか？いや、逃がしたみたいです。よりにもよってこの町でカリン様の偽物を演じるとは不届き千万。もし似ていなかったらきつく急を据えてやろうと思ったのに。くそ。春蘭様。なんだ？似てなかったらって。もしそっくりだったらどうするおつもりだったのですか？そっくりだったらだと？それはもううちに連れ帰って春蘭と二人で。春蘭様、おーい、帰ってきてくださいよ。どうしたのだ、姉ちゃんは。春蘭様。なんとカリン様と生き写しの娘がこんな格好まで。これは。いや、ダメでございます、カリン様。そんなはしたないことは。でもカリン様がしろとおっしゃるならこの春蘭。こら、姉じゃ。
どうしたのだシュウラン、こんなところまで。いや、城に妙な輩が来たという報告があったので少しな。変な輩？縄文で演術と名乗ってカリン様に己の軍門に下るがよいとのたまったそうだ。なんだそれは。私も報告を受けただけだから詳しくはわからん。門番は子供のいたずらだと思って追い払ったらしいが、少々気になってな。こちらも城下でカリン様の偽物を見つけたという報告を受けて探していたのだが、結局逃げられてしまってな。どこかの国が仕掛けてきた工作なのだろうが、正直何を目的とした工作なのかが見えてこないのだ。董卓討伐の頃ならまだしも、今の段階でわざわざ演術の名を使ってこちらを脅迫しても意味がない。そういう難しいことはシュウラン、お主に任せる。なら姉者はなるべく早くカリン様と演術の偽物を捕まえてくれ。当人たちに聞くのが一番早かろう。わかった。キー、早急に全域に手配書を回せ。お主が一番偽物に長く接していたのだから、手配書の作成も任せるぞ。了解です。それじゃ絵師の人を呼んできますね。ルルは私と一緒にもう少し情報収集を手伝ってくれ。わかりました。なんとか巻いたみたいですね、お嬢様。やれやれ、なんとさっきだった野蛮な町じゃ。まるで狼の群れの中を歩いておるようじゃったぞ。お嬢様、町の往来のど真ん中で兵士をあれだけ派手に集めようとしてれば、兵士が飛んでくるのは当たり前だと思うんですけど。兵が飛んでくるなら結構なことではないか。わらわの演説を聞いて空を飛ぶほどに感動したのであろ。いや、警備の兵士がですね。なんと、曹操から兵を奪えるとなればさらに良いではないか。そもそもなんであんなところで兵士を集めようとしたんですか？曹操さんに取り入って曹操さんの手勢をかすめ取ってやろうって決めたじゃないですか。ああ、曹操のところにも行ってみたのじゃが、つげなく追い払われての。そんな輩の手は借りとうないゆえ、手勢は自分で集めることにしたのじゃ。言ったんですか？それでちゃんと曹操さんに面会できたんです？それがの、わらわはちゃんと名乗ったというに門番が取り継いでくれなんだ。参考は輩出した円家の一員たるわらわを前にしてそのような振る舞いしかできぬ国など、もはや相手にする気にもならんわ。まあ普通は当たり前だと思いますけどね。何か言うたか？いいえ。で、どうするんですか？もう一度曹操さんに会いに行きます？今度は私もついて行ってちゃんとお話できるようお願いしてみますけど。門番にあんなしつけしかできぬなど、乱世の勧誘も底が知れておるわ。やめじゃ曹操なんか知らん。お風邪でも召されましたか、カリン様。さあ、気をつけてはいるのだけれどね。誰かが私の噂でもしているのかしら。
きっとカリン様の偉業を褒めたたえる諸人たちの噂ですよ。だといいのだけれどね。とりあえず勢いだけで町を出ちゃいましたけど、これからどこに行くんですか、お嬢様。蜀であろうな。蜀ですか。劉備さんの国ですね。風の噂で聞いたのじゃが、蜀の連中は劉備を筆頭にみんな頭ゆるゆるらしいのじゃ。それくらい頭が弱ければ、わらわとお主の二人がおれば簡単に乗っ取れるに違いないであろう。さすがお嬢様。そのあたりの悪知恵の回り具合と意味不明な自信に関しては右に出る者はいないですね。そうであろう、そうであろう。それでは七の蜀に向かって出発なのじゃ。はーい。どうしたんです、トーカ様。なんだか寒気が。風邪ですか？最近流行ってるらしいですし。体調管理も仕事のうちですよ、トーカ様。わかってるよ。だったら今日は大事をとってお休みさせてもらってもいいよね。ダメです。昼食は何か体の温まるものを用意させますから、それで乗り切ってください。お仕事多すぎるよ。もう一人私がいてくれればいいのに。もう一人トーカ様がいても二人で仕事をサボるだけだと思いますが。今日のアイシャちゃん、容赦ないよ。疲れたのじゃ。蜀はまだなのかの？まだですよ、お嬢様。あとどのくらいなのじゃ？そう、さっき通りすがりのおじいさんにこっちの方って教わっただけですし。地図はないのかい？あんな高いものあるわけないじゃないですか。なんと、それではいつ蜀に着くのかわからんではないか。ですね、さっきのおじいさんからいい言葉を教えてもらったんですよ。なんなのじゃ？歩いてればそのうち着くじゃろう。嫌なのじゃ。はい、蜀はまだ遠くですよ。そんなことは分かっておる。お腹が空いたのじゃ。昼げの支度をせよ。お昼ご飯ですか。まさかまた食料を買うておらぬのか？だって曹操さんとこに転がり込む予定だったんですもん。もう旅も終わりかなって思ってましたから、食料なんて買ってないですよ。そういえばそうじゃったの。とりあえずどうしましょう。近くに畑もないからその辺の大根引っこ抜くわけにもいかないですし。そのあたりにイノシシかクマでもおらんかの？お嬢様、
ウサギや魚くらいならともかく、クマはちょっと。無理かい？文集はこの間、お腹が空いたらクマを食べ、と歌っておったが。あの人は脳みその中身まで全部筋肉だからできるんでしょうけど、私には無理ですよ。なら、蜂蜜でも良いぞ。それも難しいですよ。難しいのか。いろいろ難しいの。いろいろ難しいんです。なら、一度城に戻るかの？それも難しいかと。なんじゃ、難しいことばかりではないか。多分あの後、お嬢様は手配されてると思うんですよね。なるべく早く曹操さんのところから離れないと、行く先々に手配書が回っちゃいますよ。なら、あえて捕まってみれば、曹操のところに行けるわけじゃな。いや、それもやめてくださいよ。これもダメなのか。下手したらその場で首が飛んじゃいますよ。孫作さんの時のこと忘れたわけじゃないでしょ。孫作じゃと？そうですよ。もう私、お嬢様があんな目に遭うの見るの嫌ですよ。嫌じゃ。わらわも嫌じゃ。なの、すぐこの国を離れるのじゃ。離れるまで、お嬢様、ちょっと大丈夫ですか？ブルブル、カタカタ、ブルブル。しっかりしてください、お嬢様。お嬢様ってば。てい！しっかりしてください、お嬢様。なんか、後頭部を鈍器のようなもので殴られた気が。気のせいですよ。それより、しっかりしてくださいよ、お嬢様。この国を離れるまで、わらわは食事を取らんでも構わぬ。だから、急いでこんな怖い国は出ていくのじゃ。いや、それはさすがにお腹空いて死んじゃいますから、ちゃんと食べてくださいね。ならなの、お腹が空いたから昼寝の用意をするのじゃ。と言われてもですね。何か食べるものか、木の実とかなってないかな。の。何ですか、お嬢様。へんてこな木の実は何なのじゃ？どれですか？あれじゃ。あそこの枯れ木にぶら下がっている変な黒い木の実。あれは蜂の巣ですよ、お嬢様。ほうほう。あれが蜂の巣というものか。初めて見たのじゃ。危ないから近寄らないでくださいよ。野生の蜂は危ないですからってお嬢様！これの中にたくさん蜂蜜が詰まっておるのじゃろう。ならばお腹の空いたわらわたちが少しくらい失敬したところで罰は当たるまいって。ちょっとお嬢様、危ないから待ってくだ。きっとこのベトベトしたのが蜂蜜なのじゃな。お嬢様、逃げますよ。ちょっと待つのじゃ。まだ拾ってない巣が。そんなのどうでもいいですから。
何ですかお嬢様。後ろからなんかハチが飛んできたのじゃ。振り返らないでいいからとにかく走ってくださいお嬢様。わかったのじゃ。とにかく走ればよいのじゃな。それにしても何ですかお嬢様。どうしてハチどもはわらわたちを追いかけてきておるのじゃ。そりゃ自分たちの城をぶち壊した犯人だからに決まってるじゃないですか。そうか、あれがハチたちの城なのか。お嬢様も自分のお城に孫作さんたちが攻めてきたら迎え撃つでしょ。それと一緒ですってお嬢様。孫作じゃと。今は固まってないでとにかく逃げて。ハチの巣を取るためにはハチどもを追い払えるくらい強くなればよいのか。基本はそうですけど、そういうことは蜂蜜取りの職人さんに任せておけばいいんですよ。なるほど、蜂蜜取りをなりわいにしておる者もおるのか。世の中は奥が深いの。あ、池がありました。お嬢様飛び込みますよ。なの飛び込むならまずは服を脱いでから。そんな暇ありませんから。ごぼ。お嬢様、もう大丈夫ですよ。なんだったのじゃ。蜂は水の中に入ってこられないんですよ。だから蜂が諦めるまで水の中に隠れたんです。そういう避け方もあるのじゃな。何やら奥が深いならとりあえず出てから服を乾かしましょう。そうじゃな。びしょびしょじゃ。